はい最後数曜中がなびら国立劇場沖縄芸術監督の嘉数道彦です。今日は皆さんに沖縄が世界に誇る無形文化遺産組踊りの世界をご紹介します。沖縄はかつて琉球国という独立国でした。琉球は中国皇帝に形式的に国王を任命してもらうことで国際的地位を維持していました。これを冊封体制と言います。そのため国王が代替わりするたびに皇帝の代理人である冊封使が国王任命のために琉球にやってきました。1719年第13代国王祥啓の冊封を行うにあたり冊封使をもてなすための新しい芸能を作ることになりました。そこで創作されたのが組踊りです。組踊りは琉球古来の歌や踊りをもとに作られた歌舞劇で琉球独自の思想や物語が描かれています。また琉球の要素のみならず大和芸能や中国芸能の要素も取り入れられています。琉球国時代に創作された組踊りの演目は約70作品現存しています。これらの古典演目の多くはかつて東アジアの一般的な道徳規範であった儒教思想に基づき物語が構成されており、子が親を助ける孝行や子が親の敵を討つ敵討ちの物語が好んで描かれました。今回ご紹介する二道敵討ちも敵討ちを描いた作品の一つです。二道敵討ちは父を殺された兄弟2人が父の敵を討つために踊り子に扮して敵に近づき酒や踊りで敵を油断させた後守備よく敵を討つ物語です。史実として記録されている護佐丸雨割りの乱をもとに主人公を父に殺された幼い兄弟にしたり母との別れを入念に描いたりと独自の物語が描かれています。ここで二道敵討ちを例に組踊りの特徴的な所作や演出を見ていきましょう。組踊りはセリフ、音楽、所作で構成される歌舞劇です。セリフには独特のリズムとメロディーがあり登場人物の性別や年齢によって唱え方が分かれています。例えば成人前の少年の唱えはこちら。歌うようなメロディーに乗せはつらつと唱えるのが特徴です。続いて女性の唱えはこちら。なしがわねちりていちぼしゃどあしがいなごんまりたることのらみしゃ。
少年の唱えとメロディーが似ていますが、少年よりも柔らかくゆったりした唱え方となっています。最後に成人男性の唱えがこちら。七春くればちこさもえでて心晴れ晴れと足ぶれしゃ。少年や女性とはリズムメロディーが異なり、力強い唱え方であることが特徴です。音楽も組踊りには欠かせない要素です。沖縄で広く親しまれている弦楽器三線を中心に、琴や胡弓、笛、太鼓といった伴奏楽器の音色に乗せて、三線奏者が歌を歌い物語を盛り上げます。歌われる歌詞の内容は登場人物の心情を代弁するものであったり、物語の状況を説明するものであったりします。最後に所作について見ていきましょう。立ち方や歩き方など基本的な動きは琉球舞踊の動きと同じです。そこに座る、会話をする、刀を構える、酒を飲むなどなど演劇的な動きを組み合わせています。また劇中でしばしば踊りが踊られるのも特徴の一つです。組踊りは琉球国時代は士族の男性が首里城や自身の屋敷などで演じていました。しかし琉球国が解体し日本の一部となった後は、商業演劇の中で上演伝承されるようになりました。数々の名優が活躍し、女性の組踊り役者も誕生しました。戦後は名優の技を受け継いだ女性伝承者の存在が組踊りの復興を助けました。現在は技能保持者の団体伝統組踊り保存会が組織され、組踊りの伝統を受け継いでいます。また国立劇場沖縄の研修制度でも組踊りの将来を担う若い世代への継承が行われています。国立劇場沖縄の研修制度では3年間で6演目を学び、組踊りの技術習得を目指します。これまで第5期まで修了しており、約60名の修了生が実演家として活躍しています。ここで修了生の一人にお話を伺ってみましょう。国立劇場沖縄組踊り研修修了生の金城真嗣です。組踊り二道ティチウチの上重役を演じていました。この研修というものが3年間あります。で、3年間で組踊りの代表的な6作品を学ぶ。作品だけを学ぶのではなくて、その作品に対する背景であったり、また演ずるにあたっての身体訓練であったり、発声訓練であったり、組踊りそのものの歴史であったり、また地域の組踊りを見学に行ったり、もう作品一つだけではなくてそれに関すること全てをお勉強する、
それを学ぶというのが組踊りの研修だと思いますね。セリフを一つ一つ読んで声に出して読んでいく、最初のうちは一緒に研修を受けているメンバー全員でそれを、全役やっていくんですけど、それがだんだんできるようになったら今度は一人ずつ役を交代しながら読んでいって、でまた次は役を交代しながらそれをローテーションで全部の役が回るように、そしてそれができるようになって全部のセリフの、全部の役のセリフが体に入ってきたらまた今度はそれを立ち稽古になって、それもまたローテーションを組んでこの役をやったら次回はこの役というふうにこれも全ての役を学んでいくというのが基本的な稽古の仕方でした。実際に舞台に立つことはなくても、その役どころを知っておくことができるというと、その役と自分の役とで相対して舞台に立つ時相手の気持ちを分かることができる。それ以外にまた楽器、三線を学んだりお琴を学んだり空調を学んだり、その楽器にいろいろ触れることができて、もう今そんな機会がないですから、あれはとてもありがたかったですね。先生方がこれまでになさった舞台での体験談、この作品は昔こうだったようだとか、この作品を演じる時あるいは演奏する時は、こういったことに気をつけて、いて私たちがそう習ってきたんだよというお話を、間近でこういったお話を聞けたっていうのは、自分にとってもありがたいことだったなと思います。経験が全くないっていうのが心配も少しありましたね。やっぱり事細かく一から先生も多分私に合わせてくださったんだと思います。最初のうちとても苦労しました。普段やることのない役の声の作り方がわからない。で、どうやっていいかがわからないっていうのがとても苦労しましたね。辛かったことっていうのは、そうですね、組踊りの何ですか、作品に対して辛かったことっていうのは私は全然なかったです。一つもないですね。常に沖縄の芸能に対する、これは組踊りだけに限らず琉球舞踊であっても、うちな芝居であっても組踊りであっても何かしらの好奇心みたいなものは持ち続けていたいなと思っています。現在は第6期生が在籍し、日々稽古に励んでいます。沖縄が世界に誇る無形文化遺産組踊りは、彼らのような若い実演家たちによってこれからも受け継がれていくことでしょう。さて、ここまで組踊りの歴史や特徴、そして伝承の様子をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画がたくさんの方に組踊りを知ってもらうきっかけになればと思います。国立劇場沖縄では、古典の演目から新作の作品まで毎年さまざまな組踊りを上演しております。組踊りに興味を持たれた方は、ぜひ生の舞台で組踊りをご堪能ください。劇場にてお待ちしております。